はい、皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は2026年の星の動きをもとに、皆さんにとってこれからの1年がどのような可能性が広がっていくのか、そして手放していくものや起こり得るかもしれない想定外の変化や、また与えられている恩恵、そして最後に私から心地よく過ごすためのヒントをお伝えしていきます。今回はアストロロジーをもとにお話ししていますが、これは運勢天気予報みたいなものです。星のリズムを感じながら、皆さんにとってベストなタイミングで自分の中にある感覚で動いていただければ、きっとベストな現実が作られていくと思います。またタロットで見る2026年上半期の動画も公開していきますので、そちらも合わせてご覧いただけると嬉しいです。それではよろしくお願いいたします。天秤座さんの2026年広がる可能性。これまで積み重ねてきた努力が社会的に認められ、その先にある仲間やコミュニティとのつながりがぐーんと広がっていく年になりそうです。前半はとにかく世界が明るい、開けていく感覚が強まり、人脈が広がったり、外で活動する機会が増えるでしょう。これまでの努力が成果となって形に現れ、思いがけず高い評価を受けることもありそうです。社会的な肩書きや立場をしっかり築いてきた人は、その成果を背に新しい挑戦の扉を開くかもしれませんね。仕事で昇格したり、大きな役割を任される人もいるでしょう。それは少しプレッシャーに感じることかもしれませんが、これまでの頑張りが無駄じゃなかったと自分を誇りに思う瞬間になることでしょう。そして後半にかけては、仲間やグループと響き合いながら同じ方向を見つめて未来を描いていく時間が始まります。またはこれまでとは違った人生の目標が出てくるかもしれません。一人で努力するのではなく、同じ志を持つ仲間と共に新しいことをスタートさせたり、コミュニティの中でリーダーシップを発揮する流れが強まりそうです。これまで自分のために積み上げてきたものが、今度は自然と周りの人のために役立っていく、そんな循環が生まれる時です。自分が輝くことで誰かを照らすことができる、その気づきが訪れることで、天秤座さんの世界はさらに広がっていくでしょう。手放していくもの。無理を強いられていた働き方や健康面での制限といった自分を縛ってきたものから解放されていきます。これまではやらなきゃいけない、自分が頑張らなきゃ回らないと思って無理をしてきた人も多かったかもしれません。けれども2026年はそうした義務感や過度なストレスから解放されていく流れがあります。そして解放の先に浮かび上がってくるテーマは、人との関わり方です。大切なのは誰とどのように関わるのか。社会運が高まる時期だからこそ、取引先や協力者との関係において自分を犠牲にしてまで調和を取ろうとするやり方は手放していくことになります。表面的な付き合いや相手に合わせすぎる関係ではなく、これからは対等であること、本当に信じられる関係を育んでいくこと、それがテーマになっていくでしょう。想定外の変化。思いもよらない形で意識の拡大が訪れるかもしれません。これまでの日常では触れてこなかった世界に急に心惹かれる感覚が湧いてきます。突然海外に行ってみたいと思ったり、専門的な分野を学ぼうと学校に通い始める方もいるかもしれません。哲学や精神世界に触れ、知識や信念が自分を支えてくれるという感覚を持つ人もいそうです。普段の生活からは遠く見えるテーマが急に身近に迫ってくる感覚があり、旅行や留学のように物理的に環境を変えることや、新しい本や誰かとの出会いが意識の扉を自然と開いてくれそうです。どのような形であれ、自分の世界はこんなにも広がるのかという驚きと喜びに満ちた経験が待っています。与えられる恩恵。2026年は人との関わりの中で優しさを循環させる力が与えられています。
人に優しくなれたり、人を信じたいと思えるような柔らかなエネルギーが流れ、関係性のあり方そのものが変わっていくでしょう。これまでは他者を優先するがゆえに自分を犠牲にしてしまうことがあったかもしれません。けれども2026年は自然に支え合える、与え合える関係性へとシフトしていきます。白か黒か、正しいか間違いかといった二極的な世界観ではなく、お互いを溶け合わせていくような融合のエネルギーが働いているのです。自分を大切にしながら人を大切にすること、そのバランスを体験できる一年です。思いやりを相手に注ぎながら自分の価値もきちんと認められるようになると、不思議と安心できる関係や信頼できる仲間が集まってくるでしょう。心地よく過ごすためのヒント。天秤座さんは2025年あたりからチャレンジしていいんだよ、自分の望みで人生を作っていけるよと促されてきました。その延長線上で2026年の前半は自分の世界をそのまま認めることで人生がさらに濃くなります。誰かに合わせたり誰かの承認を待つのではなく、私はこう生きたい、私はこうしたいと選んだ道を歩むことが後半の新しい方向性や仲間、コミュニティとのつながりへと発展していきます。大切なのは環境や世界が自分を応援してくれているとしたらと捉え、これまでの延長線で物事を判断せず、自分の思いで一からでも現実を作れると信じることです。優しさゆえに優柔不断になりやすいところもありますが、今年は迷うより動くことで運が開けます。小さな挑戦でもいいので、まずは一歩を踏み出してみてください。その一歩が未来を大きく変えていきます。人間関係においてもこれまでとは違う関わり方を試せる時です。何も言わずに相手に期待するのではなく、責任を持って信じながら伝えることで関係性は洗練されていきます。自分の強さを自覚し、主導権は自分にあることを忘れずにいてください。2026年は社会での評価と仲間とのつながり、その両方を味わえる年です。これまで頑張ってきた自分を誇りに思いながら、仲間と未来を描く楽しさをたっぷり体験してください。最高に豊かで美しい一年になりますように。今回も最後までご視聴ありがとうございました。